ごい。おお、花やでこれ。めいめい。これ広いな。はい、こんばんは。こんばんは。ジャンクエロデです。ベスティードです。ここはね、なんていうところでしたっけ？中川原海岸。中川原海岸。はい。まあ、あれ何年前ですか？西暦でいうと1955年です。1955年か。はい。その前ですね。そうですね。36名の方が。そうですね。で、まあ、今日が命日ですよ。そうですね。はい。7月28日です。はい。ちょうど日付が変わりまして。ちょっと早めに来てるんですけど、まあ、一応、呼ばれた感じ。はい。そうですね。今回はね。北洋島ですね。はい。お花とか持ってきたんで、ちょっと、そうですね。お供えしますね。わかりました。花お供えします。お供えします。おはぎ、お茶、ろうそくと線香。はい、今からとちょっとろうそく攻めと線香攻めやりますんで。はい。はい。さあ、そしたらちょっと海岸の方行ってみましょうか。そうですね。はい。まあ、魚を取りに来たわけじゃなくて、そうですね。心霊を取りに来たわけなんですけど。今日はね、すごいね、いい天気でね、暑いんですよね。7月28日。やっぱりこれだけね、天気がいい日にやっぱり泳いだんじゃないかなって思いますね。で、離岸流に救われてね、ずっとこう流されて亡くなられたと。で当日も快晴で、その水泳訓練が朝10時5分ぐらいからスタートしたんですね。で、もうすぐ事故が発生したみたいで、結局救命活動とか含めて、大体お昼ぐらいまでかかって、最終的にその、お昼頃に結構多くの方が亡くなられたっていう記事はちょっと見ました。慰霊碑のとこになんかすごく気配とか感じるっていうのはなかったですよ。どうでしたか？僕もなんかこのなんですかね。でも、これはまあ感情的なものなんですけど、すっげえなんか虚しい感じしましたね。やっぱりまあそれはそうですよね。そうです。この朝方にね、10時から、入ってすぐですよね。そうですね、だいたい数分後
っては言われてますね。すごいですね、数分後ってね。はい。で200、全校生徒男女合わせて最初600人ぐらいで授業を水泳訓練を行って、そのうちの約200人が、200人要はあまり泳ぎが得意ではない女の子たちだったそうで、その子たちが溺れてしまったっていう。なるほど。はい。あれ、こっちじゃないか。こっちか、やっぱり。ちょっとこの辺ね、感覚が薄くなってきてるんで、今。もうちょっと歩いてみようかな。実際どこですか？実際ですね、あちらになります。あっちか。はい。もっと歩かなあかんのか。歩かないとダメなんですけれども、要はあちら側に河口があるんですよね。ああ、そうなん。そこ河口からぐーっと川が流れてきて、はい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 。ミオという。いや、通りでここはあんまり何も感じひんな思って。そやけど、それってさ、はい、さっき上の道で歩いた？そこまで。ギリギリ歩くかっていうところぐらいまでやってましたね。そうか、まだほな向こう行ってみないと分からへんわけや。そうですね。ほな行ってみましょう。さっき僕のライトがなんかおかしなってたはい。あれよりまだ向こう？僕はライト変えたところですね。電池変えたところかな。でももうでも近いんじゃないですかね。近い？急にだからチカチカし始めてんけど。何これ？おかしいで。この急激な暗さおかしい。これなんか明るくなったり、一回ファッとこう、はい、電気が。さっきそっち歩いてる時も、はい、この辺来たらちょっとゾクゾクし始めててん。この辺も少しね、なんか感じるもんがあった。ちょっとね、ちょっとなんか感覚的には変わってきた。この辺からもうほぼほぼやん。ハートマークが映そう。もうすぐやんか。もうほぼ歩いて遊んでる人らのとこちゃうの。そうですね、大体その辺ですね。だからね、範囲は広いですけどね、もうこのまあそうやろうね。付近で、ちょうどここが河口なんで。そうか。もう本当その辺です。いや、この辺気持ち悪くなってきてんね今俺。当たってんねんな、ほんなら。場所は当たってる。何箇所か、部分的にスポット的に嫌な感じのとこあんねんけど、この辺来たらね、ゾワーっと来始めたよ。ゾクゾクってくるわ。この辺か。大体この辺です。やっぱり感覚ちゃうで。そうですか。今はずっと歩いてきたところなんともなかったんだ。この辺来たら少しね、変な感じがする。ずっと向こうから500メーターぐらい歩いたかな。歩きましたね。近づいてくるとやっぱりね、ずわーっと来る。やっぱここなんですね、現場は。ちょうどこの付近一帯で、この辺でね。で大体その沖の方から黒い塊のような、こういう頭巾をかぶったような何かが近づいてきた。なるほどね。実際その防空頭巾っていうのは週刊誌のね、週刊誌のでっち上げっていうそうですね。この辺全部空襲があったんで、だから28日の今日と明日の29日にかけての夜から朝方にかけてね、大空襲があって相当な人亡くなってるんで、
この辺に住まわれてる方もその空襲から逃げるために、警察署かなんかに逃げ込んだそうなんです、で警察署のその地下室みたいなところに逃げ込んで、でもそこやられちゃったんですよ。はいはい。逃げ込んだ方はそこで亡くなったっていう話もありました。もう俺ずっと誰か言ったらこの近くですか？俺の気のせいかもしれんだよ。多分これは入ってないわ。はい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 。そうなんですよ。だけどここでその戦争でね、戦争っていうか空襲で亡くなった方をここに埋めたっていう話はあるんですけど、それはね結局掘り返した時に土地とか出てこなかったんで、それはだから全くの都市伝説みたいな状態で、はい。僕写真を撮りたいんで。あ、どうぞどうぞ。何か感じるからやって。だからね、その霊がね、魂がとどまってるかどうか。おそらく36人全員いるとかはないわ。何人かやわ。ここにとどまってる人っていうのは全部だよ。何人かやわ。ここにだから何人いますかやな。これはなんかイメージみたいなものが入ってる。イメージ何人いるのって質問してるだけやん。36人違う感じがする。何人5人か6人ぐらいちゃうかな。まだ上がれてない。空襲は昭和20年ね。昭和20年の7月28日から29日。で、ここで亡くなられた、溺れた方はその昭和30年。事故から8年後に女性地震っていう週刊誌が書きかけた内容なんですよね。その防空頭巾の霊が海の中にいたというのはね。だから某心霊番組で、そういう生存者の H さん、この方の発言では、一緒に泳いでた方も見たって言ってるよね。で、この辺泳ぎに来てた方も見た、この辺泳ぎに来てた方っていうのがその当時の生徒なのか、それとも近所の人なのか分からないんですけれども、生徒の方が証言してますので、さらに黒い塊のようなものが砂でそれが
が神を見出したというか、はい、防空好きに言ってる人とか、はい、いろんな、その中に少女が一人混じってたんですけど、その少女が何とも言えない表情だったんですよねって証明してます。その某番組の証言は防空好きだけじゃないような言い回しでした。黒い塊って言ってたよね。黒い塊みたいなのが奥の方からこっちに近づいてくる。何その黒いのって。多分ね、黒いでかいもんやと思う。髪の毛じゃないと思う。引きずり込まれたっていうのは離岸流かもしれへんけど、黒いやつってすっごい引っかかるのよ、この岩が、なんか引きずり込まれるわ、やっぱり後付けやねん、その防空頭巾っていうのは。おそらくそれ後から言うてるだけで正体は黒い何かやねん。そうですね。結構それを強調してあの人。そうなんで、それに紐づけて、その防空頭巾がどうのこうの言うてるだけで、実際見たのかみたいな感じでそういったニュアンスだったんで、ふわっとしてると思う。そう。だから姿とかなんかそんなん見てないと思う。何やろ、何が思ったん。神様？妖怪？黒いのって何？死んだ人は多分ね、分かってないと思うよ。何にやられたかって。ただ単に溺れただけ。死んだ人なら多分それは全く自分らがそういうものに襲われたとかっていう意識がない。だからこれ聞いても死んだ人たちは答えてくれへん、分からへんから。それね、幽霊とかさじゃないの。感じとしては神様みたいな。神様って守ってくれるとかって思うちゃうから。神様結構やばい。いわゆるたたり神とか。はいはいはい。そんなものを見たから、スケッチとかああいうのが見たかったですね。でもみんな見てるのが青少年が防空好きで焼けただれた人とか言うから、あれはね後からや。なんとなく後から出たイメージで、言ってる人はもしかしたら嘘じゃなくて、一部の人は週刊誌に載せられて言うてるやつもいるけど、ほんまにそれを見たと思う。後で記憶がね、捏造みたいな記憶がなってる可能性あるよ。パニックになってるし、でみんながそうやって誰かがこう見てたら、ああそうやったってなるって集団皮膚で。黒い塊というのはやっぱり一番僕からすると今すごい引っかかるキーワード。多分ね、何人か残ってんねんけど、それはやっぱり未練がある。お母さんもやっぱり僕が思うのは戦争でね、例えばその空襲でいっぱい亡くなったっていう人がここへいる人を連れて行こうと思うかって俺思わへんの。
僕がもしそれで空襲で亡くなって死んで、で魂がこの辺さまよってて泳いでるやつ連れていくかと思わない。逆ですよね。捨てたいですね。そうだからそれは僕ない、僕の感覚からするとない。だから空襲は僕関係ないと思う。空襲がでも次の日に起こってるからね、すごい日時がね、24日、7月24日が四日市で、それが結構人がいる。がこの後、だから日にちがすごい重なってるんですよね、だからそれはすごく気になるんですけど、ここの事故の何年か前もなんか弟の方が亡くなったんですよね。あったっていうのだからそれは僕離岸流やと思う。これはでもちょっと俺分からへんねんけど、これ言うてええのか分からへんけど、黒で死神って見るよ。死神って入ってきたらいい。死神。死神って出てきたけど、知らん、ほんまかどうか分かんないよ。ビューって今死神って入ってきた。死神って別にその決まった人を連れていくだけで、むやみに人殺すわけじゃないから、あれもうなんていうかな、魂に決まってるからなくなるんだ。人が亡くなるからみたいなことで、そう、もう初めから決まってるから生まれたとか、それ連れに来るだけで、それが多分36人っていう大量にいたんですからね。何かあんまりみんなこれ言うと嫌がる人もいるけど、例えば前世とかそんなんで何かやって、で36人前世の仲間やけど何かやったとか、ほんならやっぱりそれ解消するために何か起きるか、その時に連れて行かれるなんていうの、死神って出てきたからそう思ったわけよね。黒いの死神ってそれやったら分かる。意味関係ない。36人ってその大量でなんで亡くなるのか。要はお迎えや。もともともうだから決まってる。締め切りお迎えに来たっていう。多分。今俺できてるから知らんで僕が言うてるだけやからね。死神という。みんながいるし来て。今ちょっとねイメージでね、ここに海から上がってきた女の子出してみて。はい。ちょっと写真持ってます。背丈これぐらいで、ちょっとぽっちゃりした丸い顔の女の子で、その子顔とかわかんないよ。一応、そういうイメージがここにある。今こうちょっと頭触ってる。ほんなら何してるか言うたら、僕の手掴んで、一緒に来てって言うと、一緒に来てって海に。なるほど。寂しい。なんで嫌がらへん。なんでここにずっといるの。やっぱりね、生きてたいから言うてね、なんで上がらへんねやって聞いたら、やっぱりそのずっと現世にいたい。で上がったら嫌や。君は人引きずり込む？
やったことはない言うてる。そこまではやったことないっていうか、そこまでパワーないわ。そんなことできる。だけど僕はこう今イメージに接触してると来てって手引っ張る。僕は引っ張られへんけど、イメージで言うと頭ずっと投げてんねん。こうやって掴んで一緒に来てっていう固まってるわ。固まってるって言ったらどういうことだって、上がりたくないっていう状態をずっと続けてるから長い時間上がられへん。イメージでしたらここになんかね、足とかに、なんかこうコンクリートみたいなんで固まっちゃって上に上がられへんような状態に、取れないですか？もう自分でそんな風になっちゃってる。だからこんなのなるよなって。だから自爆霊ってそうやもんな。バックレイなんですね。はい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 。結構何枚か取ります。はい。仲間何人いんの？引きずり込む気はないらしいわ。人を。はい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 。これシミュラクラですか？なんか映った。空になんか映ってるな。なんか象じゃないですけど、なんか映ってるな。これ目っぽくないですか？うん。こっちもやろ。こっちとこっちか。これじゃない。こっちも見えますね。うん。そうか。なんか映ってるのか。これな。目やな。これ目で象やこれ。いや、そうですね。ほんでピンクやろ。なんか顔が、これはちょっといや顔やな。顔や。すごくめっちゃ顔や。これ花やんこれめっちゃ。すごいね、いやこれおこれ花やってこれ。目これ花じゃんこれ。正面の顔やんこれ。目やんこれ。なんかこれだ。うわっこれいっぱい映ってんちゃう。これ女の子やで。僕も女の子かなって思ったんですけど、ここにも映ってない。映ってます。2人、僕が2、3人っていうか2人ぐらい、2人か3人映ってるよな。顔と顔重なってくっつけ合ってるというか。そう。いや俺もそう見える。でまあ今ちょっとさっきここに女の子呼び出しててんけど、ほんで顔何人映ってたっけ女の子。僕は2人に見えます。2人やな。2人に見えます。でもここにおる子に聞いたんや。何人仲間いるのって。はいはいはい。3人いる。もう1人ぐらいおんの。結構これ顔ですよね。顔やね。女の子の顔やね。僕が言うと丸い顔じゃん。そうなんですよ。2人ぐらいなんかこう。上がる気ない言うてたから、俺あんま上がる気ないって言ってるの無理やり上げるの好きじゃないのよ。余計なお世話なんよ、要はね、それって。助けてくれって言ってんのやったらあげれるんやけど、あんまりこう行きたくないとかって言ってるやつ、じゃあいたらって俺思う。気が済むまでそこいたらって。ただちょっとね、地面に縛り付けられてたから、そいつだけちょっと解除だけしとけばもういつでも上がれるよ。ちょっと上がりたい気持ちになってきたな。上がりたい。上行きたい。3人やったら行くとは。みんな、6人ぐらいおるかな思ったけど、3人やると思う。やっぱりしんどいわな、おったら。しんどいよ。むしろしんどいわ。
上げていい？切れていい？じゃあ、上げますね。ガネーシャさんお願いします。この頃は3人、好きになるけど、お願いします。上げた。3人とも。うん、3人。でも1人はね、かなり薄いわ。ああ、はいはいはい。1人はね、すごいね、意識薄いね。写真でもなんか3人ぐらいなんか3人ぐらい写ってたでしょ。1人は薄かったですね。まあこんな感じかな。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それじゃあね、またね、ジャンク LTV とベスティード、ベルベスティードっていう。ちょっともうカタカナでベスティードって入れていただいて、ごめんなさい、めっちゃ噛んでる。カタカナでベスティードって入れていただければ、はい。リアル心霊ドキュメンタリーとしてやらせていただいて、やらせ一切なしで。なしです。はい。そしたら、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと写真を撮ったところ、ちょっとね、不思議なものが来ちゃったので、ちょっと今皆さんに見てもらいたいので。そうですね。女の子映ってるよな。女の子をパッと見たときにちょっと日本人形の丸みがあるような、あんな感じの顔っぽいのが2つ並んでたよな。2つぐらい。その前に撮ったやつになんと象が映ってました。あ、象ね。これ何か言うだろうか。ガネーシャ。あ、なんでか言ったら俺ガネーシャついてんねん。めちゃめちゃだって象でしょ。象やな。花の句、花見とってガネーシャ神。僕の守護神の一つなんや。はいはいはい。ピンク色の像やからガネーシャすげえ、あれはすごいです。そうですね、ちょっと写真に関しては、あれ僕多分初めてああいうの撮れたんです。あ、そう。今まであんまり写真とかで写ったことがなくて、すごいほぼスルーしてたんですけど、ちょっと嬉しいよね。あ、やっぱこんなんってあんのがいいなみたいな。